よーい、ドンのこの1だけの動きじゃ飛べないってことです。どういうことってなるかもしれないですけど。こんにちは。のじです。じゃあ今日は初の試み、背泳ぎのスタート、ついに発表いたします。正直ですね、背泳ぎのスタートは難しいです。僕も細かくは分かりません。なので、バックのね、スタートが上手い選手ってめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、まあそれを見よう見まねでやるっていう方法が一番いいんですけど、一応僕なりに喋ります。玄人の方は、上手い方はどうなんですかね。見なくてもいいです。まあ背泳ぎのスタートも上からの飛び込みも、基本的な部分は一緒っちゃ一緒なんで、まあ筋肉の動きだけ見て僕が喋るんで、ぜひ参考になればちょっと面白く見てください。ではどうぞ。皆さん見てください。すげえ。もうそれしか出てこないです。皆さんもこうね、じっくり見て、うわーってうなるような、すげーっていう声が聞こえてこないですけど、聞こえる気がします。僕はもうこれを見て、もうそれしか出てこないんで。一応ね、マスターズの方が結構多いので、見てる方が。まあ、その方たち用に喋ると、背泳ぎのスタートは、簡単に言うと、1では飛ばないです。よーい、ドン、ドンのこの1だけの動きじゃ飛べないってことです。それは覚えておいてください。どういうことってなるかもしれないですけど、よーい、ドンで、1の動きで蹴り出したら飛べない。上半身がこっちに傾いてるんで、1、2の動きを入れて、この動画の動きになります。上半身を先にガッて起こしてから、まあ倒してから蹴り出すっていう動作が連続して発生するので、この動画のように、おーっていうスタートになります。それを一瞬で行っているのが背泳ぎのスタート。1と2の動作をまずちゃんと分けて行えるかどうか。まあ、ただね、こんなに飛べる、例えばマスターズの、例えば70歳以上の方とかはいたら、もう拍手喝采になるぐらいになっちゃうと思うんですけど、壁を蹴る力っていうのはもう絶対に必要なので、まあそこはね、しっかり練習する必要はあると思います。ただ、やっぱり背泳ぎは壁に向かって構えているので、プールの方向いてないんで、後ろ向きに構えてるんで、上半身をどの方向に持っていくかっていうのをちゃんと意識しとかないと、壁を蹴ったところでビョーンってね、エビみたいなスタートの練習もあったりするんですけど、あんまりうまくはいかないです。あんまかっこよくないですね。なんで練習するときは1で倒して2で飛ぶ。できれば。ただ1で倒したときにお尻の位置が下がっちゃうと、結局水中スタートみたいになっちゃうので、1、2だともう遅いんで、1、2っていけるようにしてあげる。もうこれ終わっちゃいました、話。そう。まあまずこの1、2っていうのだけしっかり覚えてください。手離すのはいつですか？上半身と一緒なのか、足と一緒なのか。手を離すのが先です。バク転するのと要領は一緒です。で、別に僕がバク転できるわけじゃないです。腰が硬いからバク転のもうその姿勢すらできないんですけど、まあ皆さんもね、バク転できる方ってそんな多くないと思うんですけど、バク転って上半身を起こしてからジャンプしなくちゃいけないですね。起こす前に壁蹴っちゃったら、壁じゃない、床蹴ったらもうバク転ほぼできないので、その場でグンって言って多分後頭部からガーンって落ちて終わっちゃうと思うんで、上半身を伸ばしきってから、まあ伸ばしながらなんですけど、基本スタートも泳ぎも運動の動作っていうのはどのスポーツも一緒なんですけど、
ながら動作をしなくちゃいけないです。何々をしながら何かをしなくちゃいけないっていうのが続けて行われてるんで、運動ができる。走るとか、自転車とかもそうですけど、まあこの背泳ぎのスタートだけで言えば、バク転と同じ説明をすると、上半身をぐっと伸ばしながら床を蹴り出してあげなくちゃいけない。それを理解するだけでも多分全然違うと思うので、はい。天の声からお告げが。僕今2回喋りました、この話。はい。で、まあこのね、背中の下に空気があること、この隙間があることをまず目標にする方って結構いると思うんですけど、じゃあそれができてます。できるようになりました。じゃあその後の入水はどうしたらいいですかってなってくるんですけど、まあ手の入水の位置とか頭の向きとかは、まあ目線とかで変えれば結構できるんですけど、最後のこの足の入水のところをちょっと説明すると、足を上げるっていう動作よりも、結局飛んだ後に骨盤の向きとかお腹の力の入れ方をどっちに入れるかっていうのが重要になってくるので、ただ足上げてるだけだと結構お尻って飛んだ後こう落ちちゃうんですよ。足を上げようとするから。くの字になりすぎちゃって、入水の後に一回スピードがズドンって止まっちゃう。多分できる人はわかると思うんですけど、水中に入ってからが勝負だから、じゃあ入水する時のこの最後の足のこの背泳ぎのね、蹴り上げの部分、もちろん蹴り上げっていうのは練習した方がいいです。ただそれと一緒にお腹を骨盤を後傾させるっていうのをキュッて締めてあげなくちゃいけない。締めるので落とすじゃないです。ただ骨盤をキュッて締めるだけ。そうするとおーっていうスタートに近づきます。で、ここが難しいんで、もしワンポイントでちょっとアドバイスね、うまくできる人はですよ、アドバイスするとしたら、最後入水しに行くときに膝を内側にギュッて向けると結構綺麗に入水できます。そのまま足ほったらかしで行くよりも、足をこっちにキュッて締めた方がお腹って力入れやすいので、それやるだけでもその後のバサロの打つタイミングとかもね、変わってくるから、こんな細かいことで言ってもね、これきっと伸びないでしょう。まあでも背泳ぎのスタートで結構悩んでる方って結構いるので、今のところは入水の部分の話で、あとは多分気になる部分が、手上から振った方がいいのかとか、横から振った方がいいのかっていう質問がたまにあるんですけど、どっちでもいいです。正直どっちでもいいです。飛びやすい方です。腕を振った方がしっかり背中を、上半身を振れる方もいるし、横から持ってった方が胸を開きやすいですっていう方もいるし、あとはこのスタートみたいに頭を入れて構えた方がいいのか、胸を引きつけて構えた方がいいのかっていうのもあるんですけど、これも正直どっちでもいいです。体の倒しやすさがあるから、体を振った方が勢いがついて飛べるっていう人もいるし、最初から胸をこう引っ張ってこのままグッて押し出してあげた方が飛びやすい方もいるので、そこはね、自分のやりやすい方法を探してあげてください。あの先生にはこうやってやれって言われました。あの先生にはこういう風にやれって言われましたってたまに言われるんですけど、それは多分ただの先生の観点なので、皆さんのやりやすい動きは一人一人の筋肉のつき方とか骨格が違うから、まずはやりやすい方法で1、2を意識してできるように練習しておいてください。ということで、初の背泳ぎスタート。なかなか背泳ぎのスタートの動画ってあんま見ないんですけど、説明するのが難しいんです。なんかね、要所要所でどっかだけポイントで押さえておけば意外と練習はできるので、で、実際これがなくても普通のオーバーフローって言って水がビャービャーって流れてるプールでも練習できるので、ぜひ後ろに人がいないかどうかをちゃんと確認して練習してください。
昔僕が子供の時にそれで、そのまま行って後ろに人がいて、鼻の骨折った人がいたんで、それだけは気をつけてください。じゃあ、Twitter、インスタ、Facebook、フォローお願いします。チャンネル登録といいね。あと、これいいよっつって宣伝しといてください。